泉ってこの別府で育つと当たり前のようになってるわけ。温泉っていうよりお風呂っていう意味合いだから、別府育ちの人はみんな温泉入ることは日常的なこと、別に何も変わったことじゃない。ご飯の前にお風呂にちょっと入ってくるとか、そういう感じ。ここに鍵があって、ここの、お金をここに入れて、ここにお金入れるところがあるんで、お金を入れてこれで鍵を開けて、これで入ります。入ったらまたここ内から鍵を閉めます。昔はこの鍵がなぜ意味がないみたいにここにかかってる鍵が、昔はそこのタバコ屋さんでお金を払ってこの鍵で開けてもらってたの。だから我々がこの鍵は触れなかった。次の人が開けれるからね意味はないんだけど、昔の流れですね。なるほど。ちょっと待ってね。説明すると、入る前に一応洗わなきゃいけない、体を。入ります。別府を離れてみるとね、やっぱりこのお風呂が、温泉がものすごく良くなるわけ。それで今温泉のためにこっちに来てるわけ。私もナイジェリアに3年ぐらいいたんだけど、温泉っていうのがなくて、だから温泉に入りたいからちょっとこのぐらいのサイズのドラム缶にお湯を溜めて、それで温泉の代わりにしてたっていう感じだから、日本人にとってはこうシャワーじゃダメなんだよね。やっぱりこう浸かるっていうのが昔からやってることで、だから逆に私が東京に帰った時はシャワーだけで済ませることの方が多い。生まれて子供の時からこう脱いで、そこで脱いでこっちに入るっていうのがもう常識みたい、日常になってるから、別に違和感はないんだよね。これが普通と思うんだよ。だからよく海外行くともう一人でバスルームでバーッと浴びるだけだけど、やっぱりこういうのがいいかなって。温泉堂名人は回る時にこのスタンプ帳を持って、これをスパポートって言います。パスポートをパクってスパポート、これを持って回ると88箇所スタンプが押せます。で88箇所、最後までのページ88箇所行くと観光協会に申請に行きます。これを持って、そしたらこの証書とこれをくれるわけ。これをもらえるわけ。別府温泉の中にある明晩温泉、そこのお宿恵比寿屋旅館の本田真也と申します。よろしくお願いします。私はここの明晩温泉で生まれました。でそれでずっと、高校まではここ別府にいたんですけど、高校卒業して東京の方でちょっとお仕事をしたり学校行ってて、で、そうですね、16年ぐらい前にこっち別府の方に戻ってきました。だからよく言う U ターン組ですね。でその時にやっぱり父と母が私早く亡くなったので、ここ旅館を継がなくてはいけないようになりました。2016年の4月に大分熊本地震がありました。でやっぱりその時前日はやっぱり熊本の方で大きな地震があって、緊急地震速報が出ました。その時はやっぱり
県が違うので他人事って言ったら変なんですけど、うわ大変なことが起きたなと思ってたら、今度別府の方にもこうやって地震の方が来て、かなりの揺れを夜中の2時頃でしたね。でもその日は私なんとお風呂の掃除をしてて、露天風呂の掃除をしてちょうど2時ぐらいにこちらの宿に戻ってきた時だったんですよ。でその時に揺れたので、私は全然通常通り起きてて、もう急いでとにかくお客様を外に出さなきゃっていうことで、安全第一で外にお願いですから出てくださいってことで皆さんを起こして外に出したような形ですね。あとはね、温泉でいいのはやっぱり夏汗かいた時ダボッとかぶるだけでもいいし、冬は温まるわけ、その成分のほとんどが大半が塩化物泉って言われて、それがものすごく温まることになるわけだから、塩化物泉っていうか塩分の強いお風呂に寒い日は入ると湯冷めがしない。入って後で寒くなったっていうのがなかなかない、ポカポカするっていうのが塩化物泉の特徴ですね。最初のきっかけがこれ1個ずつ入っていくと約3ヶ月かかるわけ。3ヶ月は90日だから88箇所の温泉行くのに約3ヶ月で、そのうちちょっと考えて、これ早くもらうようになったらどうかって、1日2回入ったら1ヶ月半で、一番最高は3日で終わったっていうのが温泉祭りっていうのがあって、その時はこういうところが無料開放するから、その時にいっぱい回ったらだいたい3日あったら1冊終わる。これが竹の井、明晩山荘、不老泉、開門寺、竹河原、ユートピア、梅園、田の湯、投しはすぐそこ。砂を温めることと殺菌することを目的にお湯を張って砂を温めております。温まることで血行促進、疲労回復があります。この甘さがね、指圧の効果があります。ですよね。脈が聞こえてきますか？足の方から。ね。お客様どうぞお入りください。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。枕が硬いので、一回座ってください。で、ゆっくり頭をもう一歩お尻を海側にお願いします。頭を下ろしてください。ちょっと眩しいんですが、後でパラソル差します。大丈夫です。はい。手は体の横で。横ですね。はい。横でお願いいたします。じゃあおかけします。温度、ごめんなさいね。温度はいかがでしょう。すげえ。足の裏から温めてみます。足元は暖かいですか？暖かいです。はい。温度はよろしいですか？めちゃくちゃ気持ちいいです。ありがとうございます。やっぱり季節がいい時がいいです。春先、秋がやっぱり一番いいですね。砂湯はやっぱり季節のいい時に来ていただきたいです。で、海風と砂に入ってその砂のね、暑さ、暖かさとその音とのね、調合を体感していただきたいです。そうですね、地震があった後はもうそんな立て直そうとかそういうのは何も考えず、ちょうどそれが4月だったのでゴールデンウィークっていう日本の中で長いお休みが待ってたんですよ。でもうお客様もたくさん全部ご予約をいただいてたような形だったので、なんとかしてその再開をしないと旅館ができないっていうところが一番で、でもちょうどその地震の時にここら辺、うちもそうですし周りの方もそうだったんですけど、なんとお風呂を見に行ったら露天風呂に一切お湯がなかったんです。こちらがお部屋です。もういっぱいいっぱい溜まってた温泉が全然なくなってしまってて、湯船に。
だから結局地震なので地割れをしてしまってお湯が地面に全部抜けた状態になってしまった。だから結局こういうとこって温泉地なので温泉がないことには宿泊でお客さんを呼ぶこともできなかったっていうことで、一番はもうゴールデンウィークに何とかしてお客さんにお風呂に入ってもらいたいために、そのお宿とかいうよりも温泉どうかして湯船にお湯をためるっていう作業をみんなでしようっていうことで、スタッフとか私の周りのお友達とかみんなが来てお風呂の修繕をしました。でそれを1週間ずっと修理してはお湯をためて、でも次の日になったらまたお湯が半分になっててっていうのをずっと繰り返して、で1週間後やっとお湯がたまって、みんなでわやっとたまったねみたいな形で、お風呂が入れるようになったのでちょっと自分の中で安心してたんです。でお家の方に旅館の方にやっとゆっくりになってみたら、誰かお友達が「あれここの家曲がってるよ」って言われて、旅館の廊下とかが曲がってたんです。でその確かにひび割れとか壁が落ちたりとかそういうのもあったんですけど、もう家全体が傾いてたっていうのにその後にやっと気づいて、でもそうやってやっぱり宿が傾いてるとお客様が泊まっても全然こう気持ちよく過ごせないっていうのが一番で、ここからどうしようって、どうしたらこれが元に戻るんだろうっていうのでかなり悩みました。そうしたところにやっぱ国の事業として復興っていうことが起きてきたので、もうこれを使って旅館がきちんとなるんだったらやっぱりここを立て直したいっていうのが一番あり、やっぱり私はここにその地震で確かに傾いてるし、もう今旅館として再生ができないかなっていうところで、やっぱり温泉がありお宿があってゆっくりできる場所を私も作らなきゃいけないなっていうのが思いで、そこから今3年かかってるんですけど、今年ですよね、平成31年1月の11日にやっとここが3年後にこういう形で再開したような感じですね。これは、温泉の蒸気で蒸すための地獄蒸しって言って、せいろにお野菜を中心としてお魚とお肉を入れてます。これを今から温泉の蒸気で10分でもう食べれるようになります。今からこれを添えて5年前に温泉がね止まってしまったんです。地震より前に。その時の方が結構大変だったんですね。その頃日本では噴火とか地震とかがいっぱいいろんな県であった時で、地下ってこんなにつながってるんだっていうぐらい、この今出てる温泉の蒸気がぷっつり止まっちゃったんです。でその後にもう一回やっと1年後にボーリングって言って温泉を掘って、で今のこの温泉の蒸気が出てるような形で、今考えたらその温泉が止まった時と地震が一緒になってしまってたらもう全滅で、うち今年で145年目の歴史があるんですけどなくなってたなっていうのを、本当にちょっと2年間ずれてよかったなっていうのがあるんですね。でいつもその温泉が出てる、大元のところを別府では地獄っていうんですね。でその地獄にいつも私はよく行ってたので、おかみはいつも地獄へ行ってますみたいな感じでそこでなんかどうかして出ないかなっていうので、ずっと毎日その時は行ってたような形なんですよ。
行います。ではですね、こちら番号を振っていきます。1、2、3、4、5とあります。ではですね、3番目ご注目です。3番目いきます。こちらに煙を吹っかけると見えなかった蒸気が見えるようになります。ではご注目ください。いきます。はい、どうでしょう。もう一度いきますね。ちょっと風がね早いんでね、もう一回いきます。じゃあもう一回いきます。はい、どうでしょう。蒸気ぐっと濃くなったのお分かりですよね。はい、ではいきます。はい、どうでしょう。もともとたくさんの蒸気っていうのは上がってたんですけど、蒸気自体水分なんで通常では見えなかっただけなんですね。で煙をかけるとこのように全部見えるようになるんですね。温泉が命なので、温泉が出なくなってしまっては泊まるお客さんもいないし、お風呂に入りきてくれる人もいないので、いや本当にこれはもう大切なものだと思ってるので、その5年前が本当に毎日ね泣いてましたよ。それでこういっぱい溢れ出して、でこれを1日このぐらい1杯飲むと、ここの磐梯さんの松尾さんっていう方が、今100歳超えたわけで、元気でいるから私もこれ飲んで元気になろうかなと思って毎日飲んでるわけです。じゃあ飲みます。